J です。今回は韓国ソウルへ。韓国といえば安ウマグルメ。でも今回は高級料理も体験しました。B 級から高級まで韓国の凄まじい高低差。あなたはどっちの韓国がお好きですか？ J です。韓国に来ています。インチョン空港から鉄道でソウルに向かっています。じゃあタクっちゃおうか。キーマネーカード S3 を買いました。私は前に来た時のやつがあったので、これでタクシーでホテルへ向かいます。いやー来ましたね、また1年ぶりに。いやー綺麗だね、ソウルの街並み。ちょっと紅葉してますね。今回の宿はこちら、明洞の中心街に位置するラグジュアリーなホテルです。おー、なんか落ち着いた高級感のある部屋ですね。広いクローゼットと冷蔵庫には水が2本ありました。さて、夕食にはまだ早いので明洞の街を歩いてみましょうか。昨年ノットドライブなどでもご一緒した王夫妻と合流しました。明洞はソウル特別市にある繁華街でソウル観光の中心地。明るいうちからこうした屋台が出てきてにぎわいます。明洞って渋谷みたいなことなのかな。なんか若い人が来るところで、自分で名前作って、それでアイロンでジューってやってくれるんですよね。そう、私もここでやりました。アイロンで漫画にしてくれる。これ漫画いいね。ちょっと面白いかも。変わったよ。やばい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 。あ、本当だ。南大門市場に来ました。洋服屋がやっぱ多いね。洋服屋がこっちがなんかいっぱい。でもなんかあれですね、なんていうのかな。欲しくないよ。そう。見るのも楽しいな。この辺が2000円のトランク。2000円のトランク。こういう八本通り。本当の軍の放出じゃん。だからここ米軍もいるし、韓国軍があるから。ああ、そっかそっか。横流しがあるんだね。ああ、ちっちゃい。こんなちっちゃいなんだ。家にあって使ってるよ。高くなってきて。結構出番ある。へえ。この中もね、結構面白い。へえ。奥側が食べ物だ。あ、そうだ。何これ？下何？中行ってみます。下食べ物。わ、すごい。サプリとかもある。あ、でも何気に掘り出し物があるのかな。急にこういうの売ってたりとか、お酒も。見てみて食材。あ、なんか急に。怖くない？本当だ。大丈夫？あ、でも美味しそうだけど、なんか脈略もなくぐちゃぐちゃに置いてありますね。この置き方すごい。こんなぐちゃぐちゃに置く？ワーケード新設してんだね。だから完成予想図そこに写真があるじゃん。ああ、本当だ。次来たらすごい綺麗になってたりする。屋台出てきましたね。ちょっと美味しそうですよ。肉まんっぽいね。ねえ。一応それしなんでしょ。南大門市場はこんな感じです。ウーバーでタクシー呼んでみました。どこに行くんでしたっけ？アックジョンです。アックジョン。ギャラリア百貨店に行きたいです。5年ぶりぐらいにウーバーを使って。カンナムのアックジョンのギャラリア百貨店ってとこに来ました。ソウルの高級住宅街アックジョンに位置する高級百貨店。高級ブランドが数多く入っており、少しウィンドウショッピングして楽しみました。ビョクジェカルビっていうお店に向かいます。これから。あ、ここじゃない、ここだ、ここだ。てかすごい渋いよここ。ここです、ここ。かっこいいよめちゃくちゃほら。かっこいい。ここは韓流スターや財閥家、政治家など韓国の VIP たちが集う高級焼肉店。シグネチャーは骨付きリブですが、それだけでは足りないと言われ、他にもいろいろ肉を頼むことにしました。
そうか、肉の時か。まずは前菜、次になんと刺身が来ました。24時間熟成させたタイとカンパチ。ないよね。日本人にとってはね。確かに。うまい。うまいけど。うまいんだ。うまい。ガリはすんげえうまい。確かにこれから肉食べるのに刺身はいらないですか。こういうのないよね。ない。日本で。肉の前に刺身出てこない。And hanging tender, this is a side salad. すごいすごい。それはすごいね。これどうするの？ああ、なるほど。これは見応えがあるわ。いやーすごいけど、これ量がだってほとんどこれ1枚1人分ぐらいのもの。そうだよね。いやこれは俺人生で一番多いよ。俺もそうかも。本当ですか。それは明日お腹壊しちゃう。確かにやっちゃった感あるなこれ。あるね。それも激しく。と言ってる間にもまた別の料理が、発酵させたエイなど。こちらはテンダーロイン。この皿が実は保温システムだったんだ。あ、そうさ。ここに火を入れて。もう見てるだけでお腹いっぱいなってきたね。あと飯とクッパがありゃいいやん。ダメね、私たち。ワインはナパのメルロー。こちらのサイコロステーキは最初はそのままで、二口目はオニオンソースをつけて、最後はチーズで楽しみます。こちらはさっき切っていた蛇腹状の肉。うまい。ね。蛇腹状になってるから。本当だ。柔らかいところとあとパリパリのところがあって、これすごいな。本当だ本当だ。これ発明だな。なんか見えてきたね、勝利が。見えてきた。来たんじゃない？全然いけるっていう。そんな感じだね。おばさん張ってたんだ。合ってたの。これさ、ぬるくならないで。かわからないでも。そうね、これこれペロリじゃないですか、結構。全然ペロリで足りねえよ。足りるよ、足りる。足りたよ。と調子に乗っていたのですが、サービス。サービス？サービス来ちゃったよ。カルチサービス来ちゃったよ。このサービスいらないな。魚だ。魚か。タチウオ。タチウオっぽいね。なんとか食べ終えて締めの冷麺。そう、でも冷麺だからさっぱりしていいね。そうだ。北海道の高いソフトクリームの味。ちなみにお会計は1人4万円弱。やはりやりすぎでした。その後はタクシーでイテウォンまで移動。ドラマ「イテウォンクラス」に出てきたお店を見学。ドラマのロケ地だったお店が今はソウルバムとして実際に営業しています。翌朝タクシーでランチのお店へ。あれじゃない？あれっぽい。あれだ。こちらは南山タワーの近くにあるビビンパの専門店。店名のモンミョッサンは南山タワーの昔の名称だそうです。ミシュランガイドにも掲載されているこのお店のビビンパは米、ナムル、味噌、ごま油にこだわって作られています。普通分かれてないよ。これ取りました。ごめんなさい、ありがとうございます。チヂミの店ぐらい。そしてチヂミ。このチヂミがまたとても美味しかったのです。チヂミすごい美味しい。お会計は1人2000円ぐらい。ごちそうさまでした。あ、これ賑わってんだね。ランチの後は韓国で今一番賑わっているという町ソンスへ。あ、タンバリンだ、タンバリン。タンバリン並んでる、やっぱり。あ、でもかっこいい、このタンバリン見て。これあれだよね、よく見ると昔のハイビルの枠だね。あー、本当だ。廃墟を使ってるんだよ。かっこいい、本当だ、廃墟使ってる。
こちらはディオールの期間限定ショップ。40分待ちと言われてしまいました。ので諦めます。ソンスは今ソウルで人気のおしゃれエリア。かつて工場地帯だった場所にカフェやショップ、ギャラリーなどが立ち並び、トレンドの発信地となっています。ソンスで行くべき場所の5つぐらいのうちの1つの文房具屋っていうのがこの辺にある。あ、これだこれだ。並べって1階から3階まで伊藤屋方式。鉛筆削り方式だ。わあ、方式っていうか鉛筆削り。かわいい。600ウォン。お手紙を書いたりするのにちょうどいい。スライディングイレーザーか。こうやってビーって出てくる消しゴム。消しゴム使わないもん。使わないな。使わないけど見てるのが面白い。あと現金が使えずカードだけでした。そういうの好きな人がやってるんでしょうね。トランプも多いし。そうだね。ソンスでは塩パンが流行っているらしく、中でもこの店は行列ができる人気店。あそこでオーダーして並んで受け取るだけだから結構回転は早い。買いました。4個セットでしか買えなかったので1人1つずついただきました。中がすごいよね。外はカリカリ、中はふわふわ。すごいなこれ。バターがじゅわってくるところがあってすごいそこが美味しかったです。コンビニでコーヒーを買うついでにティーマニーもチャージ。コーヒーも買って、この後バスに乗りましたがティーマニーがあって助かりました。2people 2人分乗れましたね。あ、よかった。さっきチャージしてねえ、本当よかったね。なんとかなった適当になんかやってるけど。その後は再び昨日も来たアックジョンチョンダムドンのあたりへ。韓国は Google マップが使えないのがちょっと悩ましいですね。電車しか出なくて徒歩が出ない。韓国ではネイバーマップが日本語対応もしていて使いやすくおすすめです。この後は韓国に上陸したばかりのモロッコのコーヒーショップに寄ったり、カロスキルでお買い物をしたりして時間を潰し、夕食はミシュラン一つ星のこちらのレストランへ。チョスンパレスホテル36階にあり、ソウルを一望できるこのレストランは韓国の伝統的な味わいをモダンフレンチのスタイルで提供するお店。本当だ。何これ。This is a birch tree water. Birch tree water used in many cultures as a medicine, but we infused person here. 薬みたいね。水体にいいんじゃない？でも美味しいよ。なんかすごく本当だ。メディスンな感じしますね。いいですね。ね、最後の夜ねえ。こちらのカードに料理の説明がありました。ちなみに翻訳アプリで訳してみると、かぼちゃは朝鮮時代まで僧侶たちが食べる野菜という意味のスンソというあだ名がつくほど素朴に食卓に似合う野菜でした。しかし優れた栄養素はもちろん豊かな味で現代社会では多くの愛を受けています。副料理長ユドングリって書いてある。ユーどんぶり？ユドングリ。どんぐり？どんぐりじゃない。そしてこれがそのかぼちゃの料理。上にはコンソメのスープが乗っており、中にはキャビアが入っています。入ってる。確かにキャビアが。本当だ。あ、うまい。初めて食べる。なんて可愛いんだ。可愛すぎるぞ。料理の前のスナックとして伝統的な韓国のドーナツ。もち米でできていて、トップにカラスミとコンテチーズが乗っています。これがあれか、ウサギってこと？そう。で、ちょっとじゃがいもが入ってる。美しい料理が来ました。ウニとご飯。こちらはウニとご飯を海苔で挟んだもの。そしてこちらはなんとチャプチェ。こちらは海苔でできた折り鶴。海苔。めっ
ちゃサクサクしてて美味しい。これチャプチェだ。食べたらチャプチェだ。本当？難しい食べ方。難しい食べ方が。繊細。開けちゃえ。この海苔がなんか硬いね。さっきとのと一緒だ。こちらはさつまいもの茎を使った冷菜料理。こちらは熱々の芋料理。ポテトでしょこポテトっていうよりはなんかたこ焼きみたいな。そしてジュラの白ワイン。れ。チーズとかってすごい合うんだよ。豆腐の中にホタテやカニなどが入っており、上にキャビアがたくさん乗った料理。いい香りする。中超具だくさんだ。キャビアがすごいね。すごく美味しい。美味しい。豆腐だの。平和な味だけどキャビアがすごいね。ここに何かが来る。オダリチムという料理です。半生に干したスケトウダラを調味料で煮込んだ韓国料理。わあすごい。見てもう美味しそうだよ。美味しそう。でそのため汁取るためだけだよ。そうだね。いわゆるフーティーシャンだね。本当にちょっと和食っぽいよ。ちょっと辛みのある和食っていうか。じゃあ日本酒でもらうか。って感じで、これ日本酒合うか。日本酒合いそう。こちらはなんとサムゲタンだそうです。面白い。俺はもう初めこてだね。れは韓国キウイ汁だね。そしてコンソメスープとホワイトキムチ。それぐらいにしたやつを。ブルゴーニュのアンヌ・フランソワーズ・グロというドメーヌのワイン。これは美味しい。これはちょっとやばい。メインの牛肉が来たところでシェフ登場。I think it's called Tteok Galbi. So Tteok Galbi is the traditional way to make beef patty. And in front of that, the layers are the beef and abalone. 爽やかなシェフだね。政治の器が出てきた。出てきた。Cabbage dumpling soup. うん。 Also, we prepared the cabbage milk payu, the hotbetjim. でもだし美味しいですね。デザートはリンゴのシャーベット。器が可愛いですね。なんか似てるやつがあるなと思ったんですけど、まあちょっとこれでした。楽しみ。見てこの色。すごい。何これ。香りが素晴らしい。マスタケアイスクリーム。これはなんだ。それ栗じゃない？ This is mustake honey. マスタケハニー。ハニー。やばいね、マスタケハニー。やばい。ハニーフラッシュだこれ。ハニーフラッシマスタケハニー初めて聞いたね、単語として。いやぶっ飛びるんだからほら。なかなか切れないんだけど。切れない。切ってみなすぐぶっ飛びるんだなんだけどこれ。ー。マスタケの風味っていうのはこういうのにね、合うんだね。ハーブティーが来ました。そしてなんだか素敵なボックスが。すごい。動画で Lastly, we prepared the mother of pearl box for the dessert. This is a 생맥산. これってこと？ Next one is sunflower seed snack. One, dried radish with soy milk. First, we prepared the swimmer dessert. Dried persimmon with yuzu and a lot of the nuts. The twist one is yakgwa. It's like made by the glutinous rice. And lastly, this one is chocolate bonbon. We don't heard. ボンボンだね。すごいですね。すごいね、これ。やばいね、本当に。やばいよだって。やばいね。やばい出れば出るほどやばい。こんなに出てくるとお会計が心配になりましたが、191万ウォン、1人5万円ぐらいでした。これは妥当だな。妥当だよ。昨日がちょっと高かったけど、今日は妥当だよ。今7万とか思ってたから安い気がしてるけど、普通に高いですよ。ついたね。贅沢でしたが、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。2軒目は世界大会でも受賞しているカクテルバーへ。おしゃれ見て。本当だ。人気店のためすぐには入れず、近くのバーで少し待ちました。
だからお前ちょっと撮んなきゃダメだよ。世界一のバーにいるんだからね。そうそう、寝てる場合じゃないんだよ。そうそう明日の8時半の話は忘れて1回ね。はい。いや渋いじゃん、やばいじゃん。やばいっすね。やばい。今世界一のバーにいるんだよ。またそういう心配。もうカロリーが無理だよ。これはシグネチャーチョコレート。アーモンドはオリーブね。シグネチャーチョコレート。ウェルカムドリンクだ本当に。一杯じゃ返さないよぐらいなもてなしようだね。最後の夜ですね。こちらはハーブビレッジというカクテル、世界的なカクテルコンペで入賞したもの。こちらはカカオベースのカクテル、こちらは紅茶の香りが入ったカクテル。とても美味しかったです。そこへまた何かサービスが。何やら骸骨に入ったお酒です。ボッカ。何あの器、おしゃれすぎる。おお。で彼の分もあるんだ。来ましたね。これ知るじゃん。これやばい。もうちょっと酔っ払うね。韓国の方はサービス好きですね。ごちそうさまでした。最終日のランチはトンデムンシジャンへ。トンデムンシジャンは巨大ファッションビルと問屋の街。もう焼き魚の香りがしてきたよ。その路地裏には焼き魚横丁、タッカンマリ横丁という2つのグルメ通りがあります。すごいよ、もうすでにすごいよ。そしてここが私たちの目指してきたタッカンマリの名店。開店前に来たのですが、すでに大行列です。これで一撃で入れなかったらきついね。1時間半だね。この後少し待たされたのですが、20分ぐらい待って2階に通されました。食べるにか。席に着くなりタッカンマリの鍋が置かれます。こちらはオプションのトック。キムチも自分で好きなだけ取ってくるスタイル。鶏を丸ごと煮込むタッカンマリは韓国の人気料理の一つ。特にこのチンハルメは1978年創業。肉が違うのかスープが違うのか、日本ではここほど美味しいタッカンマリには出会えません。このお店の肉やスープが絶品で、いつもこのお店に来てしまうので、他のお店と比べてどうなのかが分かりません。ニンニクやネギ、トックやキムチなどお好みでどんどん鍋に入れていきます。韓国人の方の食べ方を見ていると、鍋がキムチで真っ赤になっていました。うまい。ビール。マッコリ。これ真似して買ったんだ。これすげえうまかったから。なんかコンビニで同じのが売ってたから買って帰ったら、炭酸吹いちゃって美味しいんですけど、そう炭酸吹いちゃって生マッコリだからスーツケースの中でじわーって、そうかと思ってタオル巻いてたんで大丈夫だったんですけど、日本にはあまり生マッコリが売っていないのです。でも今ね、仙台坂のとこにある韓国大使館の近くの韓国食材屋でこれに近いの売ってるんですよ。で普通の店だとあんまないんですけど。じゃがいもうま。最後に麺を投入。これだけ満足感があって、お会計はなんと1人2000円。外はまだ行列でした。ごちそうさまでした。午後は再び明洞に戻ってきました。韓国コスメなどがたくさん売っているこちらのお店へ。美容に詳しい友人から勧められたものなどをお土産に買いました。日焼け止めスティック、マルチビタミンミネラル1週間分。あ、いいじゃんそれ。ホワイトニングハミガキ。これが歯磨くんだ。買いました。この後ちょっとお茶して王夫妻とはここでお別れ。私たちはカンナムの美容サロンへまつげのアートメイクなどをしに行きました。そして最後のディナーは大好きなカンジャンケジャンのお店へ。席に着くなり大量のキムチが来る韓国スタイル。こちらはご飯です。
すごい。お疲れ様、最後。こちらがカンジャンケジャン。渡りガニをタレに漬け込んで熟成させた韓国料理です。手袋をはめていただきます。いや、すごい。とろけるように柔らかく甘いカニとうまみが凝縮されたタレがたまらない美味しさです。そしてこれがご飯に合うのです。こちらはサイドメニューの卵料理、ふわふわです。熱々のキムチチゲ。お会計は1人9000円ぐらい。韓国最後のディナー、大満足でした。高級と B 級の落差が激しい韓国料理、どちらも美味しかったですが、やっぱり私は韓国では B 級グルメが好きですね。